こんにちは。こんにちは。ついに潤太君を撮影できる日が来ました。いや結構以前にあれなんですよ、結構言われるんですけど、お客さんとかに4年前自分がオーバードーズのドライバーになった時に、440ゲームのあった名古屋タムタムのことがあって、あの時めっちゃガム噛んでたんですよ。あれくちゃくちゃ食ってて生意気そうなやつやなっていう第一印象っていうのをめちゃめちゃ言われます。本当そうなんですよ。そうなんですよ。今日噛んでないんで、そういうのめちゃめちゃ言われます。それ。じゃあだいぶ崩しとけばいいですか。ああやめてください。そういうのやってないんです。結構ね潤太教がいるっていう噂を聞いたんで。いや、真似していただいたりしてね。今ベガさんの方にいるんだよね。そうなんです。ベガの八千をメインで行ってて、一応3店舗、関東に3店舗あるんですけど、一応3店舗をね切り盛りさせてもらってます。いろんな方にお越しいただいてます。でももちろん自分ガルムやってるんで、ガルムの伊藤さんも多いんですけど、いろんな車種メーカー問わずいろいろ来ていただいてます。好きな女性のタイプは？出た。そういうのやってないんですけど、上戸彩でどうですか？上戸彩、いいですね。潤太君ってさ、昔レーシングカートやってた？そうなんですね。そう、一応4歳から18、18歳までやってて。どこのクラスまで乗ってた？はい、全日本ジュニアは出てて。すげえね、そこまで行くって。いえ、とんでもないです。話し方とか詰め方とかも見てて、やっぱり元レーサーだな。いや。じゃあね、潤太君のマシンの方見せていただきたいと思います。今年も車種はオーバードーズガルムで、象徴的なところで言うと、発売されたばかりのリアマウントキットタイプ2、リアマウントキットタイプ2、こちらですよね。これを今回インストールしております。であとはよく言う三種の銀次、銀次って言いましたよね。銀次君言いたい。このホイールベース可変できるトランスレンジ、あとはこの一番ねシンボルともいうアルミのアッパーチャシと、あとはバッテリープレート。それを三種の神器っていう。これを三種の神器と見てますね。でもこれはもうねガルムには僕の中ではもう必須だなと思う本当3つのこのパーツですね。アルミにして何が変わりましたか？これは結構人によって感じるフィーリング結構違うんですけど、自分はリアのもう蹴りがすごい強くなりました。縦方向が強くなるってこと？そうですね。もう一つの感じ方は、結構フロントを、もっと積極的に入れれるというか、なるほど。要は荷重変化とか、起こしやすいんで、フロントにしっかりこう荷重乗せて、フロントの打を効かせられるみたいな、そういうのも体感できるっていう。なるほど。このバッテリープレートっていうのは、その中どういう効果があるとかある？これは、自分これバッテリープレート2枚使ってるんですけど、これが新しいバッテリープレートタイプ2、で下側にタイプ1を使ってるんですけど、タイプ2になってこのねバッテリーの前後位置を調整できる穴の数が多くなったのと、スリムになってるってところで使ってるんですけど、自分はねタイプ1を下にしてるんですけど、これをねベタ付けで使ってるんですよ。で反対向けにすると、コンマ5ミリ浮いて、要はシャーシロールをこう阻害しないような使い方もできたりするんですけど、逆にこのベタ付けというか、シャーシロールをさらに規制する方向で使ってるんですよね。タイプ2より1の方が、このバッテリープレートの面積大きいんで、これもまた全然フィーリングが違って、1を下にするか2を下にするかっていうのも結構違って、僕はこの1を下に使うっていうのが結構好みです。なるほど。リアマウントでさ、かっこいいねデザインが。いやかっこいいですよ。ここね。そうなんですよね。ここまでね一体型になって。でモーターの位置も少し前になってるんだよね。前に行って上に行ってる形ですね。多分フィーリング的には1タイプ、リアマウントのタイプ1というかに比べると、RR のやっぱ難しさっていうのがモーター位置がこう変わったことによって難しさがまずはなくなってます。持ってかれ感がなくなったって感じ。もうそんなにガルムの RR は持ってかれ感とかが多くない方だったんですけど、よりこのなんていうかミッドシップに近い動きもできるようになってきてるし、RR のその蹴り感というか直進性というかトラクションも残しつつっていう感じのものになってます。わかります。まずダンパーなんですけれども、オイルって何使ってますか？オイルはD の番手は15番。フロントのキャスターとキャンバーってどのぐらいやってます？キャスターは大体8度ぐらいになってると思います。キャンバーはフロントは10度。こだわってるというか、タイチキャンバーというか、こっちのポジ側とネガ側、フルカウンターでこうキャンバーが合うというか。プラス大体9度ぐらいになると思うんですけど、プラス9マイナス9ぐらいで揃うような、このフルの時ね。
そうですね。が結構具合が良くて、そういう風すにしてげえ、やっぱりガチのドライバーってすげえな。いやいやいや、ぽいこと言ってるだけかもしれない。ぽい感じのことをね、いや、この並べてますコメントは今まで聞いたことないもんね。あ、そうなんです。ない、今までない。これはね、新次さんが結構そういうのね、細かく言ってたりするんですよ。火消し男。いや、まあそうです。ファイヤーマンですね。ファイヤーマン。結構ね、いろいろ新次さんからもインスパイアされる部分自分もああ、多いんで。なるほどなるほど。いろいろ多分ね、オーバードーズのドライバーみんなそのセッティングの仕方とか、はい走り方のスタイルとかもうん。全然違うんで、いろいろこう参考になる部分がすごい多いです。いいですよね。いろいろみんなデータとかも公開してくれるんでね。そうなんですよ。はい。結構ね、みんな SNS もすごい積極的にやってるんで、すごいよね。ね、なんかね、ユーザーさんの何かのアドバイス参考になればね、いいですよ。ちなみにリアのキャンバーってどのくらい？リアは今日はまあいろいろ練習走行で変えたりしてるんですけど、今は2度2度でやって横食いすぎる？つけちゃうと、まあちょっと熱入りやすいとかっていうのもあったり、ちあーなるほどょっと引っかかりも出てくるんで、うんちょっとまあ自分の中ではおこしめで。なるほど、了解です。じゃあちょっとメカの方教えてください。はい。アンプがアンプは横もさんの RPX2 でモーターががレブさんのアブソリュート1です。13.5。13.5、はい。ギアヒットアンプで結構まあ食いすぎないようにっていうか、あーなるほどうまくはいスライドするようにはやってるつもりです。了解です。でジャイロがジャイロサーボが3話で、3話で、はい、CL2 とはいずーっ SGS02 ていうことね。はいはい、わかりました。あとなんかこれ伝えたいとこはある？ジャンボリヨード。じゃあもう一回言いますが、いいよもう一回言います。結構自分も変化がすごい大きいなと思ってびっくりしたのが、さっきのそのバッテリープレートね。バッテリープレート、はい、これやっぱりね、浮かす、んベタ付けにする、うで1か2か、うんうん、トランス電池つなぐときにね、結構変わるんで、これはねいろいろやってみてもらいたいです。なるほバッテリーは上釣りそうなんです。ここから点釣りに自分はしてるんですよ。だよね、はい今見て浮いてるなと思って。そうなんです。つなぎはタイプ1のベタ付けっていう感じではいやってます。これいろいろ遊べると思うので、ここだけでも。はい、はい。貴重なお話ありいえ、がとうんございます。とでもないです。ありがとうございます。じゃあ最後にジャンボリ順だ。ジャンボリで。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どこに来たんでしょうね、ジャンボリ。